ボンジュールでもこんにちは。でもネイバーズ栄へようこそ。パーソナリティ香りです。サナです。フランス留学がいよいよ開始して約3日目。キャーイエーイイエーイ開始楽しい。そう、ポンポン持ってるポンポン持ってるポン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 。クラッカーパクラーーンパパンはい。毎回およそ15分。すいません。前回45分でしたが、私たち2人が日々の気づきや留学、異文化について語らい、緩やかに海の向こうを目指していく、そんなトークプログラム、トークプログラムとなっております。自分で自分に切れてる。はい。と言ってもね、開始したと、お伝えはしましたけれども、実際これ収録してるのは、開始の直前、2日前、私からしたら2日前、2日前、1日前か。明日がオリエンテーションが始まるので、最終日でございます。はい。ね、ただね、オンエアの頃には、いよいよもうサラの方は授業が始まっているというところで、そうですね。まあ一旦2人の状況としては、お互いフランスに無事到着したというところでございますけれども、お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。香りとサラ、イン、パリでございます。パリでございます。フランスでございますね。そうですね。インフランスでございますね。本当にサラさんの方はどうですか？10何時間で疲れたんですか？ 2 日半かかったりとかして。もうなんかちょっとわからないんですけど、ある一種なんかお恥ずかしながら、順調に14時間程度で。そんなに早く行けるの？フランスって。これましたね。本当もうすっごいスムーズにもうめちゃくちゃ、特に遅延もなければ、何ですか、遺失物などもなく、無事に、はい、到着をさせていただきました。ありがとうございます。いや、もう本当にもうね、それが当たり前なんですけれども、もう本当に良かったんですけれども、でもね、あれですよね。住居に、大学の寮の方にご到着されて、そこではちょっといろいろ難しい問題もちらほらあるというふうに聞いていますけれども。そうなんです。すごい寮自体はですね、まず着いた日の話をちょっとさせていただくと、ちょっと前回の収録で香りは本当にもう、やっぱり涙涙の別れっていうのも、ちょっと、やっぱりね、せっかくだったら笑顔でっていうことでくるくる舞いながらゲートに入っていたと、はい、確か拝聴していた気がするんですけれども、すいません、サラ号泣してました。そうだよね。はい。なんかびっくりしちゃった。そうそう。自分でも泣くつもりはなかったんですけれども、なんかもう、こう顔を手で押さえないと涙が溢れそうで、みたいな動画を友達が送ってくれて、なんか自分で自分なんか号泣してる姿がちょっと滑稽だったんですけれども、はい。とてつもなく、気持ちよく泣かせていただきました。その気持ちよく泣いたら少しすっきりそうですね。されましたかね。なんか結局、ちょっとこう、泣いてしまいまして、別れた時に。で、その後すぐに、何ですか、出国ゲートみたいなところがあるじゃないですか。パスポートかざして、なんかパスポート、もし、パンってスタンプ押してほしかったら、押しますよ、みたいな。あそこも私全然泣いてて、そしたら出国ゲートのそのお兄さん、押してくれるポンってするお兄さん、なんかもう、こっちがめちゃめちゃ泣いてるのに、なんか全然なんか真顔で、もう顔色一つ変えずにポンって押して、はい、どうぞ、みたいな。もう、そっかそっか、もう慣れてるんだよね、みたいな。きっとそういうことだよね、みたいな。ね、やっとわかりました。ベルトコンベヤーに乗せられるお餅に。わかりました、本当に。本当そんな感じなんですね。加工されていく気持ちが。ね、もうどんどん出ていけってことですよね。そういうことですよね。あちらもプロですから、それが本当に当たり前なんですけれども。そんなこんなで、ちょっとでもワルシャワ、私、乗り換えがワルシャワだったんですけれども、ワルシャワまでは正直ちょっと引きずってたんですが、もうフランスに着いたらもうすべてが心躍るものが目に入ってきたりとか。そうですね。色鮮やかなる。いや、本当に色鮮やかなる、
人々の服装もやっぱり夏なので、皆さんもうより海外チックな色鮮やかな、本当に人種とかも皆様いろいろで、いろんな人がいて、もう字も全部読めないし、Google マップもちょっとよくわからなくて、一応寮に着くのに、1時間半ぐらいで着くところをちょっと私いろいろ調べながら、いろいろ失敗しながら、4時間ちょっとぐらいかかりまして。どういうことちょっとね、何言ってるかわからないっていうことがね、その後もありましたけれどもね、リアルタイムで連絡してる中でありましたけど。香りどうしようみたいな。香りちょっと面白いことが起きてみたいな。そう、ね、それでもそんなことについて、そこからですよね。ごめんなさい。寮の話を聞いてくれてたのに、ようやく寮の話なんですけれども、寮について、まず、目に入ってきたのがこの大きな窓。で、すごく、こうね、高い木がそびえ立ってて、黄色とオレンジの綺麗な木じゃないですね。何ですかマンションが真向かいにあって、本当にお気に入りの景色なんですよ。で、それを本当に自慢げにインスタグラムのストーリーで、もう気に入ったわ、私この部屋とか言いながら。いや、もう本当に、私の、なんか New Life has just started みたいな感じでね、本当にテンション高くこう投稿されてたんで、もういいね押してましたよね、私も。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。そうなんですよ。本当にテンションが本当に嬉しくて、もうようやくここで私の新しい、新章が始まるんだと。ウキウキドキドキワクワクしながら投稿させていただいて、そしたら、なんということでしょう。恐ろしいことが起きまして。何ですか？部屋の鍵が、入ろうと思った時にもう扉が開いてたんで、そこが私の部屋と思って入ったんですね。で、出て、じゃあお風呂入ろうかなと思った時に、シャワースペースがちょっと鍵が必要なところなんですよ。だから一回ちょっと私じゃあ自分の部屋施錠しちゃおうと思って、死にかかったんです。そしたら、施錠ができないと。なんか、エラーになる。そこでやっと気づかれたんですね。なんかノブにこう差し込んで回す系じゃなくて、こうカードキーみたいな感じでかざして、赤くなればエラーだし、緑になれば無事にアクセプトされてますよっていうものなんですけれども、何回やっても赤くなると。あれみたいな。もう私でも、お部屋、ここだよね。もう全部、アンパッキングもしたし、一番最初に来たスターターキットっていう段ボールの中に全部、いろいろ、事前に買っといたものとか入ってたんですよ、お皿とか。それも全部綺麗に並べたぞ、隣と。あれこれもしかして、お隣さんが私のお部屋かしらと思って。はい。なるほどね。やっと気づきまして。これ、親っていうことですね。いよいよ荷物もちゃんと並べたのに。なんか、隣のお部屋空いたわ、と思って。もうそこから、もう、まだお隣さん来てらっしゃらなかったんですよ。もう音もしないから、今のうちに、バレないうちに、全部お引っ越ししようと思って、パーって全部、もうすごかったですよ。もう、全部綺麗に入れてたのを、もう、腕を差し込んで、左から右に全部ザーッとこうドラマとかでよく見るやつじゃん。もうドラマで見るやつじゃん。もう、ザーっても逃げる逃走犯のやつじゃん。本当に、それをとりあえずスーツケースやら、大きい段ボールの中に全部流し込んで、それを急いで隣のお部屋に持って行って、で、その隙に、それをやって、その後もう心臓バクバクしながら、香りに、どうしよう、みたいな。けどちょっと、本当にね、部屋番号間違うって意味がわかんなくて、鍵どうやって開けたのっていうちょっと疑問とも開いてたんだと思うんだけど、どういうこと？部屋間違えたっぽいってどういうことって、ちょっと本当何言ってるかわかんないってなりましたけど。ね、多分ね、管理人の方が閉まってるって言ってたけど、実は開いてましたみたいなね。そう、大学側は、もう、あなたのカードはこれね、2つあるからね。でも、もう閉まってて、自分で開けるしかなくて、この鍵で開いた方があなたの部屋だから、間違いようがないわって言ってくださったんです。そういうことね。今となってはもう言い訳なんですけれども。はい、いや、けどね、もう、間違いようがないよっていうその自信も好き。言い切り。そう。ね。そう、もうね。まあね。そう。素晴らしい。
そう、なんセルフかもう、なんか、エスティームという、コンそう、フィデンスといい。でもいい風に捉えすぎだろうって話かもしれないですけど。はい。ね。というとはころで、なんでしょう。今日はそういった形でお互い二人とも無い。は事い。フランスはい。に到着したよってことで、まあ、はい。まだ一週間経ってないくらいなんですけれども、二人が到着してから。はい。でも、そのね、日々の過ごす中での気づき的なところをシェアしたいなっていう回ですよね、今日は。そうですね。もうまだ一週間経ってないですが、結構いろいろお互いに感じてるものもあり、なんうん、かもうこれ以上になく香りとすごい密に実況中継し合ってるような気がしております。確かに。いや、もうついてから。本当にね、もうこんなことがあったんだけどっていうのと、お互いのそのインスタグラムに投稿しまくり上げるっていうか、なんかコメントしまくり上げるっていうか、本当にラッキーなことですよね。そう、本当にそね、ちょっとう。ね、ね。面白いなっていう、こうね、ちょっと離れたところにいるんですけれども、お互い、はい。こう、ニューライフを心から楽しみきっているのが伝わって、それもそれで嬉しいなっていう、嬉しそんない。ね、嬉しい、日々、嬉しい。ね、日々なんですけど、ね。サラさんはなんか、まあね、まだついて数日だけど、はい。なんか毎日こんな風に過ごそうみたいな、なんかちょっと思ってることってあったりしますか？えっと、最低限一日一人は会話ができるといいなと思うん。って過ごしております。あ、それお店の人とかも含めってことだよね。あ、そうですね、そうですね。なんかうん。こっちに来てから、私の場合は大学の寮なので、あの、結構こう、なんですか、大学の敷地内のツアーとかもあったりするんですよ。大学校内ツアーとか、あとは結構いろいろなんかパーティーとかがあるみたいで、WhatsApp のグループにちうん。ょうどもう本当に、大学のツアーに参加しながら WhatsApp のアプリを入れて登録してすぐに一緒にツアーで仲良くなれたことを連絡先を交換してみたいなタイムスパンだったんですけれども、まあ、そんな感じでいろいろグループにも招待してもらいまして、一応なんか一日一人以上新しい人と会話をするっていうのは今のところつおいてー。今4日目なんですけれども、うん。はい、無事にできて、もう早速いろいろ助けていただいております。いや、素晴らしいです。素晴らしいですね。なんかあなたのストーリーを見てると、何ですか、トイレがうまく流れないだとか、ガスがつかないだとか、そう。なんかいろいろありましたけれ電気がつかない、ガスがつかない、携帯もなんかつながらない、どど。ね。うしようっていうのが日々、本当に、ね、はい。生活インフラを整えるところから、まあね、で、ちょっと生活インフラを整えるための品を買ったら全部フランス語。当たり前ですよ。おそう。前が選んできてんだよって当たり前なん話なんです。だけどね。お前が選んできてんだろうって話なんですけど、Google 翻訳がちょっとええ、どうした絶対そんなこと言ってないと思うのっていうような訳をね、いただく時もありながら、ね、ちょっうん、と別の AI に頼ったりとかね、うん。うん、し香ながら。織さん、香織さんはなんか実際にもそっちについて今1週間ぐらいだと思いはい。ますけうん、ど、うん、うん。なんかフランス語ができなくて、もう早速困ったみたいなことあります？ですね、今のところ、周りの人たちが優しすぎるせいでない。素晴らし本い。当に、本当素にみんな優晴らしい。しくて、ちょっとびっくりしてるんですよね。多分私ちょっと小柄なんですけど、フランスのうん、中では特に小柄だし、うん、あと、まあ、年齢に比してちょっと幼く見える。うん。日本人の中でもちょっと幼く見えるんですけど、おそらくこちらではもっと幼く見えるので、多分ベイビーみたいな感じに思われてるんですよね。なんか、ベイビー細い、ちゃん。細いアジアのベイビーがなんか困ってるぞみたいな、なんか助けなきゃみたいな、なんかその、なんていうんですか、アガペみたいなもんですよ。アガペであってるのかわかる。庇護士、庇護力がこう、隣人愛、駆り立てられる。うん。ちゃんとこれをちょっと社会で守らないといけないっていう形なのかわかんないんですけど、そういうことが何回かありましてですね。私もそのサラと同じように、毎日フランス語プチチャレンジじゃないですけれども、まあ、新たに、まあ、お店の人しうん。かりとか、あと、まあ、なんだろうな、新たに、大学つながりの友達と新たにつながってお話ししてみるとかっていうところも含めて、フランス語1日1回使うぞっていうプチチャレンジを今自分に課してるんですけれど、はい。素晴らしい。ね、そのうちの、2つエピソードがあって、助けられた話にはなるんですけど、1つうん。目が、先日、銀行のカードを発行しに
行きました。はい。で、これステップが2つあって、1回目は、1つ目は、オンラインで、申請しますと。で、そのオンラインの申請が断したら、2つ目のステップに移って、フランス、タバコ屋さんがいっぱいあるんですけど、そのタバコ屋さんで、その銀行のカードの発行をしてくれるっていうシステムになってまして、その受け取りにパスポートを持っていくっていうミッションがありまして、で、事前に、カードでも払えるらしいよっていう情報だけはゲットしておりましたもんで、もう喜びさんでついて、なんて言うんですかね、ジュビパリアンデ、ニッケルカード、アベックモンパスポートみたいなもいうのをいろいろ調べてですね、この表現が正しいか正しくないかいろんな人に聞いてですね、多分正しいってなって、で、要はこのカードのバリデーションしたいので、私のパスポートを出します、お願いしますみたいなことを頑張って話したんですね。で、そしたら、そのフランス語自体の発音がむちゃくちゃだったからか、そのお店のおばちゃまが、って、もう本当に笑顔で、ちょっとさらしか顔見えてないけど、すごいニコニコしてる。そうね。で、多分なんかもう出してるもんがわかるから、多分そうだねっていうので、で、優しく聞き取ってくださり、で、オッケー、だこ、50ユーロうんたらかんたらって言われたんですね。50ユーロですよって言われて、で、バイキャッシュって言われたんですよね。あれもうそこからもうテンパりまくりですよ。今までの全部自分のシナリオは、もうここでカード出して、メルシー、オーバーバー、ボンジョールねって言って、もうさっそうと帰りたかったんですけれども、それの、シナリオが打ち砕かれまして、キャッシュだからってなって、ってなっても、しか出なかったんですよね。そしたら、なんか、そこから多分生存本能的に、なんか聞き取らないといけない。向こうはフランス語しか喋れない方だったんで、おばちゃまが、おそらくカルフールまで行って、そのカルフールに ATM あるから、そこで現金を下ろしていけばいいから、みたいなことを多分言ってる。結構早口だったんで分かんなかったんですけど。で、言われて、で、カルフールとりあえず行こうっていう思ってですね。行って、多分こっちだっつって、こう、スタって歩いてたら、後ろからちょっと知らない、ちょっと怪しいおじちゃんがついてきてたんですよ。怖い。怖いんだけど、みたいな。もうやばい、私もアジア人だから舐められるんだからって思って、もう無視して、落ちぎって。ってなって歩いて、やっとカルフール入って、そしたらカルフール入ろうとしたところに、そのおじさんの方パッて振り返ったら、うなずいてるんですよ、大きく。うなずいてるんですよ。あれって思って、何なんだろう、この人って思って。で、カルフール入ったんですけど、そこから、現金を下ろすとこどこ問題が発生しまして。でもとりあえず2周ぐらいしたんですよ、カルフール広いの。もうそれだけでしんどい。水飲みたい。どこやねんってなって。でもはっってやって、でも、どうやって、わかった。どこかで現金を下ろせる場所ありますかって話しかけようって思ってたら、ヘイみたいなこと言われたんですよ。パッて振り見た先ほどのおじちゃまがいらっしゃって、まだいるんだ。ついてきてる、怖いってなったんですけど、もうなんかこうやって家紋的な動作をしてらっしゃるもんですから、早口で喋ってるけど何言ってるかわかんないけど、多分家紋的なこと言ってると。で、とりあえずついていったらね、もう入り口に ATM ありましたって。本当に何も見てないのよ。もう本当に必死でもう、ついてきてる、おじさんがついてきてるって思って、カルフール入らなきゃって思って、スタコラ来てるから何も見ずに奥まで入って2周ぐらいして、そしたら入り口に ATM あったんですよ。で、こんなとこにあったんだと思って、わらだけ言ってみたんですね。それしか出てこなかった。おやまみたいな、ここにあるわみたいな感じのことを言って、そしたらなんかもうそのおじちゃまがもうごまんえつそうにまた2回ぐらい、って言われて、みたいな感じで。赤ちゃんだと思われてる。もう、ほんでもうメッシー僕って言ったらもうなんか、なんていうんですか、ジブゾンプリ的なことをおっしゃ、どういたしましてですかねみたいなことを言っていただいて、そこで早速におじさんがボンジョールね、おばーって言って、良い一日をって去っていったんですよね。何も怪しい人じゃなかった。ごめんおじさんって思いながら、お金を下ろして無事銀行のカード発行できましたっていうところからも助けられてます。めちゃめちゃ町内会の見張りとか見回りみたいな。そう、その人ね、あれだよ。タバコ屋のおじさんでもないんだよ。タバコ屋の人間じゃないの。本当に、たまたま通りがかりでタバコ屋で私より一つ、前に会計してたおじさんだと思う。私の記憶的に。そう。
一つ前に会計をしていて、で、私が入ったのを見て、アジア人だな、なんか珍しいなと思って、ちらっと見たっぽいっていうのは頭の片隅に記憶があって。で、現金しかダメだよ。ってなってるところまで多分見てたんだよね。で、見てて、で、それで私がそっから何も周り見えないままガルフールまで行こうとしてるから、そこを多分ちょっと心配してついてきてくれたんだろうなって思います。わー、すごい。そうすごいなんか安心できる街だね。そんなおじさんがいるのは。おじさまですね。そういう、そうおじさまがいて、そういうことがまた別のお花屋さんに行った時もあったもんですから、そういった形で、何言ってるか単語単語で聞き取りながら情報をこうゲットしていくっていうところと、あとはわからないけど、って顔したりとか、なんかパドゥンとかって言いながら、もう次の情報をこう謎解きゲーム的にゲットしていきながら、あとはちょっとラッキー的なおじちゃんおばちゃんが助けてくれるみたいなことがありながらで、なんとかこの一週間生きているという状況でございます。これが正しいか置いておいて。いや、人が温かいですね。そうですね。そう。素晴らしいな、なんか。日本でそういう人いらっしゃるのかな。なんか、海外の方が来てくださって、日本のおじちゃんおばちゃんがそこをこう押し売る、この気遣いをこう押し売るわけではなくて、なんかこう2周してるのをただただ把握して見守ってあげて、でもなんかあの子 ATM の方、なんかここのはずなんだけど来ないな、見えてきた見えてきた、こっちだよ、みたいな、そんなことをやってくださるおじさま、日本にいらっしゃるかしら、いてほしい。そう、いてほしい。どうなんだろう。なんか、東京がダメって言ったわけじゃないんですけど、東京ではあんまりお見かけしなかったかもしれないですかね。忙しいのかな。そう忙しいし、人は人っていう感じで、わかんない。パリとかも実はね、都会だからそうなるのかもしれないんですけど、日本でも、例えばちょっと田舎の方だったり、郊外だったら、そういう風にしてくださる方も、私自身も助けてもらったこともあるので、郊外、田舎に住んでた時にあったので、それ日本人だからって分かってるからっていうのもあったのかもしれないし、ちょっとね、真偽は定かではないですが。なるほどですね。いや、なんかその、フランス語で、コミュニケーションを取るみたいな話だと、ちょっと私も今日初めてチャレンジしてきたので、ちょっとその話もちょっと聞きたいです。パリ版としてお伝えしていいですか？はい。パリの場合は、結論言うとパリも、なんか人はすごく皆さん優しいかもしれないって、ちょっと今日は思ってます、初日。で、なんか理由としては、今日初めて、なんか都内の、都内というか、市内の、なんかグリーンマーケットみたいなところに遭遇しまして、行くつもりはなかったんですけど、気づいたらそこに迷い込んでいて、で、お野菜とかを見たら、まあ安いと。全然スーパーに行くより全然安くて、私今ちょっと目の前にあるんですけど、なんか今のシーズンだとこの、なんて言うんですかね、このプラム、ちっちゃいプラム、梅みたいな見た目のプラムと、あとこのフィグ、イチジク、黒イチジク。こっちすっごいちっちゃいんですけど、かわいい色。そう、すごい可愛くて、私イチジクもすごい好きで、プラムも好きだから買おうと思って。そうだね。そう、これがなんか、それぞれバスケットになってて、両方とも足して3ユーロちょっとぐらいですっごい安かったんですよ。バスケットで？そう、ちょっと香りにしか使わないけど、このぐらいの量買ってきてて、結構な両手で抱えきれないくらいの、ね。ごめんなさい、なんか。両手、そうね、ごめんなさい、片手に溢れるぐらいと言って片手に溢れるぐらいのね。はい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 。そうそう、それを買うときに、頑張って、フランス語でお伝えしたら、なんか私多分現金をこう手から落としちゃってて、気づかずに。で、それでも指さして、落ちたよ、みたいな感じで言ってくださって、なんて言ってくれたのかちょっと私は聞き取れなかったんですけれども。で、多分、それを私がなんかメルシーって言ってこう取った後に、うんちゃらうんちゃらうんちゃらカフェうんちゃらうんちゃらうんちゃらみたいな。カフェそう、カフェだけ聞き取れたんですけど、多分、なんかその5ユーロ、なんか5ユーロドルを落としてたから、多分それで、なんかコーヒーでも飲んできなさいよ、みたいな感じで多分言ってくださったのかなと、勝手に今解釈してて、そう、おっちゃんってその瞬間もうカフェしか聞き取れないから、もう私も連想ゲームで多分そういう風に言ってくれたんだなっ
思って。うん、うん。おっちゃん、メルシー、ボンチャルねーみたいな。わーみたいな、めっちゃハイプアップしながら、行くぞーとか思いながら、多分そう。多分本当に、返せよ、こらーだったら多分追いかけてくるから、多分判断確かにピーポーパーパー案件だから、多分大丈夫。でも多分大丈夫。素大丈夫で。敵。でもそんなことなかなか言われないね。ね。素敵な、なんか気遣いが素敵じゃないなんか、ちょっと洒落てるというか。おしゃれ、確かに。みんななんか、私がスーツケース大きいの抱えてる時も、なんか、途中で電車に乗ってた、バスに乗ってたら、私のスーツケース流れてっちゃったんですよ。お前自分で抱えるやつどんぶらこみたいな。どんぶらこ系ね。そう、どんぶらこ系で、本当になんか端から端までわーってスーツケースがバーいって、でも、めちゃめちゃ迷惑な子じゃん、もう。そう。でもさっきさ、なんかそのバスの運転手さんに、みんな立たないでみたいなこと言われたから、私座ってたから、もうなんかそのまま立って取りに行くこともできず、どうしようみたいな。そう。で、みんなスーツケースを目で追ってて。やばいよね。私たち小劇場を繰り広げがちだね、バスとかで。いや、もう本当にドラマチックですよね、私たち。本当に。もう、で、それを見てくれた、そのマダムの人が、大丈夫って言って、足でガッてもう押さえてくれて。イケメン。そうそう、もうその後、私が一応こうね、引き戻してきて、次のステーションに着いた時に引き戻して、目の前にこう持って、ガッて持ってたんですけど、一応目の前に座ってたおばちゃん、こうなんか向かい合わせに座るような席だったんで、目の前のおばちゃんも私のスーツケースが流れてもいいように、さっき流れてた方向に足をガッて置いといてくれて。そんなプリベントメジャーまでしてくれるそう、そうなの。そう。めちゃめちゃ優しい。すごいわね。よくわかんないけど、フランス語ですごい話しかけてくれて。よくわかんないけどね。そう、メシボクみたいな。いやー、ありがたい。そう、ジェムネ・アプレンデ・フランセみたいな。フランス語の勉強したいと思いますごめんね。そうですね。ちょっとこれから理解したいと思いますってことで。そう、で、それ、もうジョルネみたいな、知ってるフランス語を駆使して。とりあえずつなぎ合わせるスタイルでね、ちょっと、ね。そうですね。わらもちょっと使わせていただきました。あなたが使ってたのを以前聞いてたから。そうね。ちょっとね、わらを使うとちょっと一丁前になる気がして。そう。わかる。っていう。じゃあ、素敵なお気遣いにね、助けてもらいながら、ね、ちょっとずつ毎日喋れる範囲というか、出会いというか、人との触れ合いをこう、増やしていきたいなと思いますし、なんかこう、何もしてなくても話しかけてもらえる度合いがなんか多いなって思います。日本より。本当ですか？前、さらに言ったかもしれないし、これでは言ってないのかな。ここでは言ってないかもしれないんですけど、私、ちょっと、信号待ちをしてたら、信号待ちをして、ちょっと鏡っていうか自分の姿をちょっと確認してたんですよね、鏡で。そしたら、女性が近づいてきて、最初多分なんか、フランス語で言ってくれたのかもしれないけど、私が多分聞き取れてなくて無視しちゃってたのかな。で、そしたらその女性が、You should know you're beautiful と言ってくださいまして、そんなこと言われることないから、日本で。その変なちょっとチャラい男の人、若い男の人とかだったらあり得るかもしれないですけど、その素敵なね、マダムが、こう自立した素敵なおしゃれなマダムがそんな感じで、こう、なんですか、お声掛けしてくれることとか、なかなかないかなと思っていて。いや、嬉しいな、素敵な一日になりそうっていう確信が持てました、おかげで。いやー、素敵ですね。そんな、いや、嬉しいです。なんか、ウェルカムされてる気持ちになっちゃいますね。そう、気持ちになるから、なんかその、ね、今、サラが言ったように、そういう、こう、素敵な人たちに、彼女たちの母国語で、こう、うまく、ジョークとかも交えながら、素敵な気遣いも織り交ぜながら、返せるように、そのために言語を学びたいなって、改めて、そう思いましたし、じゃあちょっとでも外に出ることをこうためらわないために私が決めたことがあって、さっきのね、You should know you're beautiful の話じゃないですけど、ちょっと自分史上一番可愛い状態で外に出て楽しもうっていうことを決めまして、そう、ちゃんとメイクして、ちゃんと素敵な服を着て、で、私のスタイルはこれだみたいな状態で、おめかしをして、で、可愛い、自分はこの状態だったらきっと可愛いわっていう状態だったら、たとえ言語わからなくても思いっきり自分の 100% のスマイルで
僕は言えるし、その気持ちが伝わりやすいかなと思って。そっか。いいですね。なんか私、そう。パリに来てから逆のことをやっぱり言われますね。あ、治安のそうなの。問題かしら。なんか私もなんかやっぱりせっかく来たらおしゃれしたいわと思って、おしゃれとかなどを楽しんでいるんですけれども、うん、もちろんね、あなたの服装派手だからやめなさいとか言われることはないんですけれども、なんかやっぱりちょっと治安に不安がある。うん、うん、特にうん。私の寮、大学で寮が4つあるんですけど、なんかどうやら最近、殺傷未遂事件が起きた寮にはあ、私今いるらしくって、最近なんか2ヶ月ぐらい前と、結構最近。うん、うん。そう、なんかゴシップ好きのインド人の友人の子がおっしゃっていえ、て、え、え。はい。まあ、どこまで信用していいのかわからないんですけど、確かに夜、ちょっと夕方、一人で歩くと、ちょっと怖いなって思えうん、るうん、うん、道ではうん、あるんですよ。うん、で、うん。そこを、何人かその日ね、友達になった子がいまして、同じ寮だからって言って、集団で3人で帰ったんですけれども、なんかみんな金品、なんか金目のちょっとこう、高そうなもの、みんな身につけてない大丈夫サラそれイヤリングとか取っといたらみたいな感じで言ってくれあら、て、うん、そう、そのうん。時、全然偽物なんですけども、金色の、こう、なんですかね、イヤリングをつけてたから、それを一応、しまいまして、スタスタと早めに歩いたんですけれども、なんかちょっと逆にあんまりなんか、地元の子たち曰く、おしゃれしすぎない方がいい。あと、ネイルそうネイルうん、をやってる人とかだと、やっぱりお金持ちそうに見えるから、なんうん、かやってもちょっとあんまり目立たないネイルで、うん、うん。日中はもちろん大丈夫なんですよ。日中はだから全然おしゃれして OK だけど、ちょっと、こう、羽目外して夕方ぐらいに帰るとか、もう暗くなってから帰るっていうのは、なるべく避けて、もし帰るとしてもなんか男性と3人以上で行動するようそにって結う。構固く言われました。そうですね。そうですね。そこは、でも、私の住んでるところでも同じようなことは言わうん。れたことあるかも。おめかしがどうっていうよりかは、うんうん。もう、日本人ってわかる時点でみたいな、アジア人で女でっていうところをもっとう気をつけたん。方がいいみたいな話で、あ、そうなんだ。まあ、そこで、夕方確かに、夕方以降、こっち、フランスって今10時ぐらいまで明るいじゃないですか。ね、びっく明るいりしました。ね、びっくりして、10時なんかも日本だったらめちゃくちゃ夜だけど、でもこうん。っちだとなんか夕方って勘違いするぐらいには、ね、日が出てるんですうん。けど、もうれっきとしたいい時間だし、まあ目安として、まあ7時とか以降は一人で出歩くのはやめた方がいいとかもうん。うん。う含めて、ん。うん。そこで、まあ新たに確かにおしゃれしすぎないとか、金品のものとかも含めて気をつけた方が、ね、特に多分パリ近郊ではいいんでしょそっか。うね。確かねえ、確かに。に。うん。なんか、アジア人ってすごい目立ちますね。改めて来て思いますそう、けど。そう、そう。う全ん、くいないわけではないけど、アジア人はアジア人でもなんか、例えば私たちみたいな、日本人とか韓国とか中国人系のうん、アジうん、ア人うん、うん、うん。は本当に少なくて、なんそうでか、すね。うん。大学でも、中国人とか台湾人の人は結構いるけど、韓国人、日本人はやっぱり圧倒的にさらに少ないそう、イ少メージがありまないと思いすね。ます。うん。うん。韓国人、日本人は、私の、行く大学の、オンライン上のコミュニティアプリがあるんですけど、それでうんうん。私のコースに来る子たちだとか、まあ、全体でその国別にこうフィルタリングすることができるので見てても、全うん。体でも日本人、そう10人いないぐらいだし、うん。今年の入学者で言うと、入そ学者全体だと、う。うまん。だわかんないかもしれないけど、どのぐらいなんですか？あ、えっと、日本人がそれとも全体の日人々が本人が10人として、なんか他の生徒は大体何人中の10人なんだろうと思っなんて。か大学もいるし、大学院の子もいて、ごっちゃに今入ってる状態だけど、そうか、でも数今千人規模とか、うん。多分1000人は行ってるんじゃないかな。その全員をその何人かっていうのをちょっと見れなくって、あれなんだけど、そっかそっかそっか。ざっと見る限り、私のコースで30何人ぐらいいるでしょ。で、それが、ま部によってね、コースによって人数の増減があるかもしれないけど、パッと見る限り15うん。個ぐらい、こう、そのコースが
見えたもんですから、仮にそっ30人か。ずつだったとしても500人弱ぐらいいるよねっていう計算ですかね。うんはい。うんうん。なうんるほどなるほど。うんうんうん。ちょっとそっか。そこに、本当に大10学の子たちも足してってなって、その中で、それが、まあ、1000人ぐらい仮にいたとして、で、人。その全体の中で10人満たないっていう話なので、うんうはい。んうん。まあ、10%は確実にいないよねっていう、まあ、多分、数パーセントの話なんだと思います、日本人そっは。か。そっかそっうんうん。かそっか。なるほどですね。なんかやっぱり結構日本人少ないのって、もちろんなんか人口的な問題もあるんですけど、なんかちょっと私今回来て早速感じてるのが、なんか多分アジア人の中でも一番英語喋れないのもしかして日本人じゃないかなって思うことがあうん。りまして。まあ、でも、あなた喋れるじゃない。もあ、う、うん、でもね、うん。私、喋れない方ではないとは思ってたんですよ。仮ええ、にも腐っても帰国子女かなと、うん、ええ、思っええ、てはいるんですけれども、うん。なんか、同級生のインド人の子が喋るの早すぎて、あ、ちょっとゆあっくり喋ってのくれないかって思わずお願いしちゃいました。それは多分別問題だと思います。かな。でも本う当にね、ん、うん。マジで本当によっぽど、他のアジア人の子たちの方が、なんかいろいろ使える英語のフレーズの幅が広いなってちょっと思っちゃっうたんですよん、ね。うん、うん。まあ、確かに吸収しているその媒体が多いっていうのもあるかもしれないなと思いました。いろんな角度でニュースだったりだとか、うん。エンタメだったりだとか、まあ、インスタグラムだけじゃなくていろんなサイト見て、うんで、うん。情報をゲットしようとしている。で、それがゆえにいろんな表現を得ているうん。なっていうのは確かに感じるかもしれないが、インドう人がん。英語早い、ちょっとなんてっていうのはまた、そのインド人こういうまあまあ、確かに確かに。問題な気もするけれども、でも、それに気うん。づけてよかったなとも思いますよね、今。まあ確かに。ううん。ん。学校が始まるそうで直前に。すね。うん。うん。あとやっぱりね、インド人の生徒さんの数がやっぱり圧倒的に多分多くって、フランス。うん。香うん。りのところもクラスも大体半分ぐらいがインド人なんでしたっけ、え、去年は。そうなんです。そうなんです。うん。はい。今年も多かったですね、結構。はい。ああ、なるほどですね。なんかでもね、本当にインドの方ってめちゃめちゃみんな頭いいし、チャーミング、ユーモアのセンスもうん。すごい。今のとうん。ころお会いしてる方々、5うん。人ぐらいかな。まだごめんなさい。5人で何を語ってるんだっていう話なんですけれども。いや、でもそう感じます。私もその数人しかまだ私もインド人の方にこちらでお会いしてないですけど。ああ、そうですか、そうでうん。すか。うん。うん。うん。なんかすごいあったかい。みんなすごい、なんかアジア人同士だから、まあ最初仲良くなりやすいっていうのももちろんあるとは思うんうん。ですけど、うん。うん。うん。すごくね、みんな、ちょっとこう、ナイーブさもあって、うん。うん。素直で、やっぱり年齢が結構、みんな大学卒業してすぐ大学院に上がるっていうのもあるんですけれども、うん。みんなすごく素直ないい子たちってういう、ん。はい、印象を今のところは受けております。向上心があって、で、優秀じゃないですか、皆さん。そ本当れってに優秀。多分なんかこっちに来て思うこととして、なんて言うんだろう、その日本、最近の子ちょっとわからないですけどね、あの、約、まあ、8年前から10年ぐらい前に大学に通っていた私たちからうん。すると、大学って結構遊ぶ場所だぞ、みたいな子たちがうん。結構いたかなと思います。ただやっぱうん。その意識って日本特有のところもあって、うん。一歩その先に出てみると、海外にね、出てうん。みると、もうめちゃくちゃ死に物狂いで勉強してきた子。で、うん。それが、インドの子だったり、中国の子だったり、韓国の子だったり、出会う子多いなっていう感覚が私あって、まあ、ヨーロッ確かに。パの子たちももちろんそうなんですけど、特にインドの子とか、それ以外のアジアの子とかだと、もうこの大学でいい成績取って、いうん。い企業に勤めて人生上に登ってやるんだみたいな、うそのん。覇気みたいなのが、人一倍強いのかなというのを確かに。感じる。うん。そうですね。成功願望っていうんですかね。やっぱり、結構ご両親がすごく、熱い方もいらっしゃれば、やっぱり奨学金でようやく上がれてる人もいるんですけど、本当にうん。多分共通して言えるのがすごく向上心というか、成功したい。ちゃんと自分の事業を持ったりとかしたかったりとか、ちゃんとお金儲けられるように俺頑張るんだっていう向上うん。心の強い人、あとかつそれが結構具体的なのかなってうん。思っうん。うん。てる、はい、人そうが多いのですね。かもしれうん。ないですね。
そうですね。で、次の最初の一歩も早いし、で、その一歩がダメだったらすぐこう、戻ってきて、で、次、どうやっうん。てみたいなところで、こう、具体的にこう、描いている人が確かにうん。多いかなっていうのと、もう、コミュニティに溶け込むのが早いというか、ところも早い。含めて、うん、うん、うん。すごい早い。なんか多分ね、一人の男の子すごい、特に抜きんでてすごいなっていう男の子がいまして、その子はもう自分のことをなんだっけな、インフォメーションバグなんだよね、俺って言っえー、てて、うん、うん、うん。もうね、本当にツアー中も一番前でずっと話聞いてるし、全部質問、すごいいろいろ積極的に手挙げてしてくれるすっし、ごい。うそうで、ん。私もなんかこれ気になるんだよねって言ったら、なんか後ろから私の腕をこう上に上げて、この子えー、が質問あるそうですって言って、こうなんかサポーティブな子だし、話さざるを得ないね、それは。うそうん。そう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 、すごいなんかハイプしてくれる。でもその子が本当にとにかく多分本当に頭が切れすぎて、その子が特に抜きんでて喋るのが早かったから、ちょっうん。とゆっくり喋ってくれってお願いしたんですけど。あ、でもね、そその人と一緒にいたら、よりさらの英語力もう、向上がると上しそうです思ね。う。ね、うん。本当にありがたい。うん、本当にありうん。がたいことで知り合えたことが。うん。そうですね。なんか、面白いですね。もう一週間弱で、そんな学びを得てる私たち可能性しかなくないって今思ってもうポるんですけど、テンシャルしどうですか？ かないですよ。伸びしろしかないですよね。そう、本当に、もう圧倒されてますけど。マジで伸びしろしかないし、これ一うん。週間後またどうなってるんだろうとか、授業始まってさ、うん。実際にさ、進み出したらどうなるんだろうとかさ、うん。ね、あるんで、確かに。ありますね。ちょっとその気づきをうん。シェアしながら、引き続きやっていきたいし、ちょっと一個私ごめんなさい。夢がありましてですね。あ、語っ夢があてください。りまして。うん。ぜひ伺あってよければ。の先日、藤井風がフランスでライブをなさったみたいなニュースを、パリかなそれこそ。あ、そうそう、ですか？うん。拝見しまして、ごめんなさい。ちょっと私めちゃくちゃなファンじゃないんで、ちょっと聞きかじった、見かじった話を思いつきでええ、喋るもんで、私たちあるあるかもしれないけど、グいいじゃないの、いグってからいじゃな話せいの。よっていう話おなんそらくね、ですけど、いらっしゃると。そうそうそう。はいはい。そうされたっていうのを見まして、で、はい。なんだろう、こっち来て朝一番に聞くの藤井風が多いんですけれど、はえい。そのえ、中で、まあ私もサラも歌うのが好きで、うん。さらに関しては、なんだろう、ちゃんとそういう部活も入って大学の時にね、されていたあ、サークル？みたいな。ええ、ええ、アカペで、ラですが、ええ。ね、アカペラサークル入ってっていうところで、ちょっと藤井風をカバーしんて、おなんか歌ってスタンダップコメディがしたいなっていう野望ができました。待って、そう、ほぼっていうか、はい。初めて聞いたけれども。あ、そうはい。なのね。嬉しいわ。はい。やりそうましょう。なんですよ。それで私、無言で YouTube の動画を送りつけたのよ。あ、あと、なるほどね。そう、テキストを打つのがめんどくさい時があって、ごめんなさいって本当に不詳で、あ、いえいえいえ、でも私も、そうですわ。とりあえず今送りたいって思って動画を送って、その意味が何なのかわからないまま逃げるっていう癖がありまして。投げ逃げ。投げ逃げすることがよくあるんですけど、そういう意図でええ。送らせていただきました。あら、嬉しいわ。やりたいわ。はい。そうね。いいでこの前のすね。手巻き寿司と書道の話もありますから。そうですね。あ、すいまそせん。ちなみに懺悔いう。うん。たします。手巻き寿はい。司のなんだっけ巻きす巻くやつ巻はい。きすすっかり忘れて気づいたらもうフランスにおります。あ、作りなさいもうすぐ。巻きすを。わかんないけど、そこら辺の木でも、なんか木折りたたんで作ったらいいのよ、本当に。知らんけど。ラップでいいじゃないとかじゃなくてね。そう。形から入りたいんだよね。そう。やっぱね、巻きすっぽいやつじゃないと、やっぱ納得いただけないよ、現地の人々に。全然ジャパニーズスタイルじゃないみたいな。本当に。すごい。いや、そうだよね。そう。確かに。そうだよね。確かにそこに日本人味を感じてくれるのかもしれないしね。うん。なんわからんけど。かその、わからんけど、いや、本当に、本格的な巻きすは私たち持ち合わせていない。それはやっぱりちゃんと日本でもう一回買わないといけないのかもしんないけど、うん、一旦うん。巻きすっぽいものでもいいから、確かに。入手しときますか。そう。多分、ジャパニーズマーケットとかであるありそう。気もする。確かにね。うん。まだちょっとジャパニーズマーケットどこにあるとか調べてないから、ちょっと調べてもう、みようかしらね。ちょっとアジアンマーケットとして一緒くたに、確かに。ね、置かれてる可能性ありそう。はあるけど、うん。
確かに。ね。でも、ちょっと話それを。戻しますけど、なんかアート活動。なんかえ、アート活動やっぱり目を引くんでしょうね。なんか、うん。街中でもやっぱりアート売ってる、本当に露店とかでもアート売ってる人もいるんでいや、すけど、本当に。私、やっぱりこう、なんですかね、感傷的な人間なんでしょうね。ついて早々、あまりにその、窓の外の景色が気に入りすぎて、スケッチをさせていただきまして、素敵。はい。それうん。をインスタにアップしたら、うん。もう早速何人かつながっている、この大学の子たちからみんな、なんか、いいねとか、なんかコメントとか来てくださって、素敵。そう、なんかみんなアートにキーンな子たちが、フいや、ランスに本当やっぱり興味にね。持つのかしらと、今からウキウね、キドキドキしてそう。おります。本当に自己表現の一つとして、なんか日本だと、なんか美術ってサブ教科みたいな。なんかうん。ちょっと勉強のサボるための教科みたいな感じで、少なくとも私の中学と高校ではその扱いだったんですね。もうなんかこう、うん。美術の時間はみんな何もしないみたいな。本当にごめんなさいね。私と同じ中学と高校の人、いや、ちげえよ。私はちゃんと受けてたよっていう人、申し出てきてください、私に。ごめんなさい。皆様の名誉を傷つけるかもしれないんですけど、まあ、おおよそそんな感じで、うん。こう、まあ一応宿題は出すけど、みんなべちゃくちゃ喋ったりみたいな教科だったんです。でも、フランうん。スではもう自己表現ってもう大切な、教科みたいな形で、そのたうん。めの美術っていう話らしいので、へだからこそきっとね、そういうアートにキーンな子たちで、それをこう日常で別にプロフェッショナルじゃなかったとしても、うん。まず書いてみるみたいな、っうん。てうん。いううん。ことが日常なんだなって思いました。うん、素素敵だな。敵。ほんと素敵ですよね。なんか街中にいても本当に、なんかなんでもない、橋でお絵描きされてるシニアの方々とかもいらっしゃるし、うん、ね、なんか見ててほっこりしますね、こちらも。ね、うん。本当に。そう。ね。なんかそなどういう、などね。こう、日々のうん。こう気づき、もう日々の気づきをって一番初めにね、オープニングでも言ってますけど、あ、その日々のそうですね。その日々のうん。気づきをちょっとアートに昇華させていただきながら、そうですね。歌とか、書そう、道とか、歌とか書食べ物。道とか、あとね、うん。これもアートなんですよ、多分。自己表現。あ、ポッドキャストも。そうですよ。深い。そうですよ。話すことだって。よく捉えすぎだろうっていう声が聞こえるそうなんですけど。いや、でもうん。そうですよね。確かに、表現の場は一つじゃなくていいので、複そうです。合的に。いうん。や、そう、なんかちょっとまた話がややそれちゃうんですうん。けれども、すいません、もう40分喋ってますね。そうです。まあ、え、まあ、要は、私たち無事フランスに着いたよっていうそうですね。ことで、これからも一週間ずっとおきに、うん、何ですかね、気づいたこととか、ね、学びがどんどん増えていくと思うので、それを楽しんでいきましょうっていうことでございました。はい。ちょっうん。と今回はこの辺りにいね。たしましょうか。はい。といったところで、ネイバーズ坂では皆様からのメッセージをお待ちしております。もし質問やコメントなどございましたら、番組メールアドレス、ネイバーズ坂@gmail.com、ネイバーズ坂@gmail.com までお送りください。Spotify、YouTube、Podcast など番組ページのフォローも引き続きよろしくお願いいたします。あ、そうだ、一点、最近、番組の、Google のフォームを立ち上げたので、メールアドレスか Google フォーあー、ムからも、うん、お問い合わせいたそうなん。だけます。ありがとうございます。はい。それでは、また、はい。また金曜日ですね。来週の夕方5時にネイバーズ坂でお会いいたしましょう。ここまでのお相手はサラと、香りでした。おばばおばばー。ー。あったかな。どうしてもずれちゃうね。そう。なんか、しかも2回ぐらいなずいてるしね。うんうん、確かに。